英語の学習というのは皆さんやる気、根気、暗記、殺気だと思っていらっしゃいませんか？必死に単語や駆動詞を覚えている方いらっしゃると思います。英語を機械的に暗記することが将来の自分の血となり肉となりと考えている方も多いと思います。覚えた単語、そして表現を自由に使いこなせますか？私は暗記という作業が不必要だとは言いませんが、基本動詞のように多義性が多い単語に関しては遠回りです。英語の母語話者は基本動詞の意味を全て覚えているわけではなく、語の中核をなす意味をイメージとして描き、それを文脈内で拡張させているだけなんです。英語圏に行くと子供でも基本動詞や駆動詞を簡単に使いこなしているのはこのような理由です。この点を put together という、駆動詞を使って例唱してみます。7番見てください。Why don't we put our desks together and share my handout? ね、机と机をくっつけてプリントを一緒に使わないかっていう時に使う表現ですね。put together ですね。なんかバラバラのものを一緒にすればどこでも put together が使えます。だけど先ほどの机をくっつけると覚えてしまうと、この8番の、ね、例文ですね。Let's put our money together and buy some flowers for a teacher. お金とお金をプットトゥゲザーすることによって先生に花を買おうじゃないかというのを、お金を出し合うという意味にも使えるわけですね。共通しているのは何かをバラバラのものを一つにまとめるというところで共通しています。他にもですね、3番見てください。Bill earns more than all of us put together. ビルはものすごく稼ぎが多いわけですね。All of us put together。我々全員が束になってもかなわないぐらいお金をたくさん稼いでいるという時にも使えるわけです。このようないろんな意味で使えるわけですね。もう本当に辞書を引くと20個30個の意味があります。それを皆さんは丸暗記するっていう時間がこれはとても無駄です。最後にですね、辞書には載っていないのような例文を今口頭で申し上げます。Our team has put together the two companies.Our team has put together the two companies. 会社と会社を一つにくっつけるというところで合併させるというふうな意味合いが出てきます。これは辞書には載っていませんので、いかに辞書の意味を丸暗記することが、意味がないかということが分かりますね。1066年、英語にとってとっても大きな出来事ができた年です。これが分かることによって英語学習は変わります。